こんにちは。今回はフリーCADのスプレッドシートワークベンチを使いながら電池ケースを作っていきます。さて、別の動画で変数を使って数値に意味を持たせる方法を解説しました。変数は例えば幅や高さのように数値そのものではなく役割を持った名前で管理するという考え方です。ただ、設計を進めていくと管理したい数値が増えてきます。例えば今回作る電池ケース、背景の完成モデルをご覧ください。穴の直径、穴と穴の間隔、ケース全体のサイズ、これらは全部電池サイズに関係しています。もし全部の寸法を直接入力していると、後から単3電池用から単4電池用に変更したいとなった時、いろんな場所を修正しなければならなくなります。そこで使うのがスプレッドシートです。スプレッドシートは Excel のような表形式で設計で使う数値をまとめて管理できる機能です。もう少しイメージしやすく言うと、スプレッドシートはモデル全体の設定ファイルのようなものです。設計で使う重要な数値をひとまとめにしておく場所という考え方です。フリーCADでは寸法や配列間隔などいろんな場所からスプレッドシートの値を参照できます。今回はこのスプレッドシートを使って電池サイズを変更するとケース全体が連動して変わるというモデルを作ってみます。ただし今回は初心者向けですので複雑なことはやりません。条件分岐やプログラムのような使い方の説明はしません。あくまで共通で使う数値を一覧で管理するという使い方を解説します。説明が早すぎる部分は一時停止やスロー再生でご視聴ください。では始めていきましょう。まず最初にスプレッドシートを作成します。スプレッドシートワークベンチに切り替えてください。続いて新しいスプレッドシートアイコンをクリックしてください。モデルツリーにスプレッドシートが追加されます。スプレッドシートという名前だと分かりにくいので今回はパラムズというラベル名に設定します。スプレッドシートは後から複数作る場合もありますので最初に名前を整理しておくと管理しやすくなります。今回は管理する数値を最低限に絞ります。まず A1 セルにバット B と入力します。これはバッテリーダイヤメーター、つまり電池の直径です。今回はクリアランスも含めた実際の穴サイズとして扱います。つまり電池の実寸ではなくケース側の穴径として使います。続いて B1 セルに 15mm と入力します。今回は単3電池用として 15mm くらいにしておきます。ここでスプレッドシートのセルについて少しだけ補足します。フリーCADのスプレッドシートは Excel と違ってセルの型を明示的に設定する機能はありません。その代わりセルに 15mm のように単位をつけて入力するとフリーCADが自動で長さとして扱ってくれます。逆に単位をつけずに15とだけ入力するとただの数値として扱われてしまい寸法の式でエラーになる場合があります。今回のように電池の直径や壁圧など長さとして使う値には必ず単位ミリメートルをつけて入力してください。続いて A2 セルにウォールと入力します。これは壁の厚みです。B2 セルに 2mm と入力します。ではこの数値にエイリアスを設定していきます。ちなみにエイリアスとはセル番号、例えば A1 とか B1 などの代わりに数値や寸法につけることができる変数名です。スプレッドシートではセル番号のまま使うこともできますが初心者のうちは必ずエイリアスをつけることをお勧めします。セル番号で管理すると後で何の値だったかわからなくなりやすいです。ではまず B1 セルを選択します。エイリアスのテキストボックス欄にバット B と入力します。続いて B2 セルを選択してエイリアスにウォールと入力します。注意点ですがエイリアス名は必ず半角英数字で入力してください。大文字と小文字も厳密に区別されるので打ち間違いに注意しましょう。これでスプレッドシート側の準備は完了です。ここで設定した値はスケッチの寸法はもちろんパッド、ポケット、配列、アタッチメントなどフリーCADのいろんな場所から参照できます。だからこそエイリアスで
意味のある名前をつけておくと後からとても扱いやすくなります。パートデザインワークベンチに切り替えましょう。すでにボディは作成済みの状態です。スケッチから始めましょう。上から見た状態でスケッチを作成します。XY 平面を選択します。まずケース全体の外形を作ります。四角形アイコンを選択します。視点を原点に合わせてクリック。あとは適当なサイズで四角形を描画してください。続いて横寸法を設定します。今回は電池を5本並べるのでバット B×5 足すウォール ×6 にします。では四角形の底辺を選択して水平寸法アイコンをクリックします。 FX ボタンを押します。先ほどの式をスプレッドシートの値を使う形で入力します。例えば電池の直径はカッコパラムズバット B となります。今回はカッコパラムズバット B×5 足すカッコパラムズウォール ×6 と入力します。電池5本分に左右の壁2枚と電池間の壁4枚を合わせて合計6枚分の壁圧を加えた式になっています。同じように縦寸法も設定します。縦線を選択して垂直寸法アイコンをクリック。 FX ボタンをクリック。横サイズと同じ寸法とします。カッコパラムズバット B×5 足すカッコパラムズウォール ×6 と入力します。これで縦横同じサイズの正方形ができました。スケッチを閉じます。カットアイコンをクリックします。高さは今回は固定で 25mm にします。これでケース全体の外形が完成しました。続いて電池の穴を作っていきます。上面を選択してください。スケッチアイコンをクリックします。ここに電池の穴を1つだけ作ります。円アイコンをクリックして適当な位置に円を描いてください。円の直径を設定します。円のエッジを選択して直径寸法アイコンをクリックします。 FX ボタンをクリック。カッコパラムズバット B と入力します。続いて円の中心位置を決めます。円の中心と原点を選択して水平寸法アイコンをクリック。 FX ボタンをクリック。カッコパラムズウォール足すカッコパラムズバット B÷2 と入力します。壁圧足す円の半径という意味ですね。円中心の垂直位置も同じです。円の中心と原点を選択して垂直寸法アイコンをクリック。 FX ボタンをクリック。カッコパラムズウォール足すカッコパラムズバット B÷2 と入力します。これで壁圧 2mm を確保した位置に円が配置されます。ではスケッチを閉じます。ポケットアイコンをクリックします。長さは 23mm とします。この一つの穴を直線上パターンで複製します。モデルツリーのポケットを選択した状態で直線上パターンアイコンをクリックします。まず水平方向に配列します。方向は横方向の水平スケッチ軸を選択してください。モードは間隔、回数は5とします。間隔の FX ボタンを押してください。カッコパラムズバット B 足すカッコパラムズウォールと入力します。これは電池の直径に壁1枚分の厚みを加えた穴の中心から中心までの距離を指定しています。続いて垂直方向にも配列します。セクション2をチェックしてください。方向は縦方向の垂直スケッチ軸。モードは間隔、回数は5。間隔の FX ボタンを押してください。カッコパラムズバット B 足すカッコパラムズウォールと入力します。これで縦横の穴が並びました。電池ケースの完成です。ではスプレッドシートの値を変更してみます。モデルツリーのパラムズを開きます。バット B を 15mm から 11mm に変更します。ではパラムズを閉じます。はい、ケース全体が小さくなったのがわかりますでしょうか？比較するとこうなります。
確認のため穴のスケッチを開いてみましょう。穴の直径が 11mm に変更されています。穴のサイズが変更されたことで数式で設定したサイズ、つまり配列間隔やケース全体のサイズも連動して変更されていることになります。これがスプレッドシートによる設計の管理です。では今回の内容をまとめておきます。まずスプレッドシートはモデル全体の設定ファイルのような役割を持っています。設計で使う大事な数値を一つの場所にまとめて管理できるのが特徴です。そしてその数値をいろんな場所から参照できるので、一つ変更するだけでモデル全体を連動して変えることができます。そのためにもエイリアスで意味のある名前を付けておくことがとても重要です。セル番号をそのまま使うと後で何の値だったかわからなくなります。設計が複雑になるほど管理が難しくなってしまいます。またスプレッドシートを増やしすぎるとどこで何を使っているのか混乱しやすいです。最初のうちは今回のように重要な数値だけを管理する使い方がおすすめです。スプレッドシートを使うことで設計の意図を整理しながらモデル全体を分かりやすく変更しやすい形にまとめることができます。まとめは以上となります。正直なところ今回のように管理する数値が少ない場合はスプレッドシートを使わずとも変数だけで十分対応できます。ですが設計が複雑になってくると数値を一覧にしないと管理しきれなくなってきます。そういう時にスプレッドシートを使うと便利です。逆に寸法を片っ端からスプレッドシートで管理しようとするとどこで何を使っているかわからなくなりますので注意しましょう。今回はスプレッドシートを使って設計で使う数値をまとめて管理する方法を解説しました。サンプルモデルがシンプルすぎましたので背景のように積み重ねできるような電池ケースにしたり電池の本数も変更できるようにするなどいろいろアレンジしてみてください。それでは今回のフリーCAD入門講座は以上です。ご視聴ありがとうございました。